農学チャンネルのご視聴ありがとうございます。まずはご報告から。ゆうあみ、なんと、早速夢を叶えました。そうです。センスを持って開けるようになりました。わーい。これで脳学度がアップしましたよ。さてさて、本題に入りますね。能、歌舞伎、狂言。日本にいれば、必ず聞いたことはありますよね。日本の有名な伝統芸能ですね。じゃあ、それぞれの違いって何だろ？みんな、すぐに浮かぶかな？今日は、お能、歌舞伎、狂言の違いについての動画だよ。ぜひ最後まで見ていってね。はい。では、それぞれの違いを見ていく前に、共通していることは何かを見ていくよ。共通しているのは、どれも、舞台芸術、だね。だから、劇場や、お能、狂言なら、能舞台で演じることになるよね。ストーリーがあって、それを演じたり、まったりするね。では、次は違いについて見てみようね。違い、その1、顔。お能は、能面が有名だね。能面は、表と正確には言うんだけど、これは歌舞伎にはないよね。だから、とても簡単に言うと仮面劇とも言えるよ。とはいえ、全員が表をつけているわけではないよ。演奏や歌う人を除いて、登場人物が成人男性以外の場合は表をかけているよ。女性、老人、鬼、神様なんかだよ。では、歌舞伎はというと、お化粧しているよね。白塗りに赤いライン。だから、舞台上で役者さんは表情でいろんな表現をしているよね。狂言はどうかというと、役者さんの素顔で演じていることが多くて、動物やこの世のものでないものの場合は、表をつけているよ。このせい、なんてのもいたりするよ。ちなみに、表をつけていない場合、下面と呼ぶんだよ。面白い呼び名だよね。違い、その2、ルーツ。まず、能楽には、能も狂言も含まれているということを知っていたかな？だから、能と狂言のルーツは、実は同じで、猿楽なんだよ。これは、シルクロードを伝って大陸から伝来した山岳というものが、元で奈良時代に日本各地に広がったよ。歌舞伎は、江戸時代の初め頃に、出雲大社の巫女を名乗る、お国という女性が演じる、歌舞伎踊りが、京で人気を集めていったことが、始まりだと言われているよ。違い、その3、題材、テーマ。次は、それぞれが扱うことが多い題材やテーマだよ。お能は、あの世の存在が多く出てくるよ。幽霊とか鬼とか。だから、まあこの世に未練を残しているような存在。でも、神様も出てくるし、おめでたいものもあるけど、陰陽で言うと、陰、かな。人間の内面的な側面を描いている、とも言えるね。狂言は、お能とは対照的に、一言で言うと、喜劇。あらすじがわからなくても、なんだか笑えちゃうよ。歌舞伎は、江戸時代の庶民の生活や、江戸より前の時代の話なんかがあって、昔の話になると、お能と歌舞伎で共通した演目もあるんだよ。例えば、平家物語とかね。違い、その4、合いの手。合いの手といえば歌舞伎だね。舞台の決め台詞なんかの時に、お客さんが、屋号を舞台に向けて言うんだよ。中村屋。なんてね。お能や狂言には、そういったものはないよ。違い、その後、公演期間。一般的な劇場でやるお芝居って、例えば1週間とか、長ければ1年とか。同じ演目を
毎日毎日やっていたりするよね。これに近いのが歌舞伎なんだ。じゃあ、お能や狂言は、というと、1公演しかやらないの。1日でおしまい。これは一期一会を重んじているからなんだって。もう一つ言うと、通常、演劇は、〇〇というお芝居をやるよ。と、一つの演目だけ披露するよね。でも、お能、狂言は違うの。さっき言った通り、能楽には、お能、狂言が含まれ、さらに、芝居、その他も含まれているんだけど、一回の公演で、複数の演目をやるのが普通だよ。例えば、お能、狂言、お能、みたいな組み合わせはよくあるよ。これを、番組、と言って、現代のテレビ番組の、番組の元になっているんだよ。お能、歌舞伎、狂言、日本の一般的なイメージだと、一番目立っているな、と思うのは歌舞伎だよね。歌舞伎の舞台だけでなくて、テレビドラマや CM、映画なんかにも、よく出ているからね。役者さんのプライベートが、ワイドショーなんかにも取り上げられるね。狂言は、野村萬斎さんが有名だよね。萬斎さんもテレビドラマ、映画にも出ていて知名度は高いね。で、野村萬斎さんプロデュースで、来年2022年は、みんなご存知の鬼滅の刃が、なんと能楽で公開されることになったんだよ。これは楽しみだね。これを機会に、能楽を目にする人が増えると思うと、夕編みは嬉しいよ。夕編みも、みんなが楽しめるように、能楽のあれこれを発信していきたいな。では、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録、シェア、よろしくね。